こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は5月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと5月31日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。モンスタートレイン5月21日発売日初日からゲームパスに対応しています。タワーディフェンス要素を含んだ単性のデッキ構築ローグライクゲームです。前作からの追加要素として列車やユニットを強化できる新たなカードタイプが登場。さらに前作は日本語未対応でしたが、今回の2の方は日本語に対応しているというのも大きなポイントとなっています。ザオケンゼラの物語5月22日からゲームパスアルティメットに対応します。若きシャーマンのザオとして神秘的で危険な大地ケンゼラを冒険していくメトロイドバニア形式のアクションアドベンチャーゲームです。攻撃モーションは全て緻密な手書きアニメーションで描写されていて、時間を操って敵を結晶化させたり炎の槍を打ち出したりなど様々な力を利用して敵を倒しステージを攻略していくことができます。プレイした感じでは結構操作性が良好で遊びやすい作品でしたので、気になる方は触ってみてはいかがでしょうか。ディビジョン2 5月27日からゲームパスに対応します。レイワンタイトルではないのでゲームパススタンダードにも追加されます。2019年にリリースされたオープンワールド TPS 作品ですね。発売以降非常に長くアップデートが続いているタイトルであり、ちょうどゲームパスの対応と同日に5年ぶりとなる拡張 DLC の発売も決定しています。今作気になっていたけどまだ遊んでいなかったという方は、今回のゲームパス対応を機に触ってみてはいかがでしょうか。フーアティ5月28日発売日初日からゲームパスに対応します。塊魂のゲームデザイナーである高橋啓太氏が手掛ける新作です。なぜかいつも体が T ポーズになってしまう主人公のティーンが犬の相棒と共に普通の生活を送ろうと奮闘していく 3D アドベンチャーゲームです。ストーリーは全8話構成のエピソード形式となっていて、オープニングやエンディングなども存在。まるで夕方に放送されていた30分アニメのような感覚で楽しめる作品だと好評されています。ゲームとしては T のポーズで頑張って食事をしたり水を飲んだりする様子がミニゲーム形式で描かれる他にも、街を探索することができるフリーモードも存在するとのことです。本作の街ではキリンさんがお店を営業していたり、人間以外の生物も存在しているようで、独特でありつつも親しみやすい世界観を堪能できそうですね。スプレーペイントシミュレーター5月29日発売日初日からゲームパスに対応します。塗装業者としてお客様の依頼に応え、住宅や家具、車などを塗装していくシミュレーションゲームです。古くなって色あせてしまったいわゆる劣化したものをスプレー塗装で美しく生まれ変わらせていくといった内容となっています。汚れをきれいに落としちゃう高圧洗浄と違って、今作では塗料がついてはいけない部分にあらかじめマスキングテープを貼るなどの下準備の工程も存在。また塗料の容量拡大や塗れる範囲の拡大などのアップグレード要素も備わっているとのことです。ちなみに開発元となるノーススタービデオゲームスは2014年に設立していますが、今作がデビュー作になるとのことです。こうした作業系ゲームって黙々とやっちゃう魔力があるので、今作も楽しみですね。メタファーリファンタジオ5月29日からゲームパスに対応します。レイワンタイトルではないのでゲームパススタンダードにも追加されます。まだ発売から7ヶ月ほどなので、こんなに早く追加されるとはめちゃくちゃ驚きましたね。本作はペルソナ5に携わった開発チームが手掛けているアトラスブランド35周年タイトルとして作られた RPG です。店頭ではこれまでのペルソナシリーズとは異なったアクションバトル方式とコマンドバトル方式の両方を採用していて、格下の敵相手にはフィールドマップでテンポのいい高速アクションでの戦闘を、格上の敵相手にはアクションからそのままコマンドバトルへと移行するといった戦闘を楽しむことができます。ペルソナシリーズの良さを継承したような UI やデザインも今作の魅力ですね。私購入したもののまだクリアできていないので、最後までゆっくり楽しんでいこうと思います。クリプトカストリアン6月3日からゲームパスに対応します。Day1タイトルではないのでゲームパススタンダードにも追加されます。
死後の世界を舞台に、清掃員の黒猫のプルートとして広大な冥界を探索していく見下ろし型のメトロイドバニアです。清掃員というだけにプルートの武器は宝器。本作は様々なアクションやギミックを駆使してスピーディーでテンポのいいバトルを楽しむことが可能となっています。また、装備やスキルを強化できるアップグレードの要素も存在。巨大なボスを倒して新たな能力を取得し、さらに探索できる範囲を広げていくことができます。シンフォニア、6月3日からゲームパスに対応します。Day1 タイトルではないので、ゲームパススタンダードにも追加されます。昨年12月にリリースされたばかりの 2D アクションゲームです。本作はオーケストラ演奏とアニメーション演出を融合させているのが特徴となっていて、美しい音楽を楽しみながらトラップだらけのステージを攻略していくことができます。戦闘の要素は存在せず、とにかくトゲだらけのマップをジャンプと壁ジャンプ、そして装備しているバイオリンを駆使したアクションで進んでいくといった作品となっています。基本難しめな作りにはなっているものの、自身で難易度設定も行えるとのことです。ここからは5月31日をもって外れるタイトルをご紹介します。カセットビースト、追加から2年で終了です。カセットテープにモンスターを記録し、それを再生することで姿や能力を変えることができるオープンワールド型の単性 RPG です。デザインやグラフィック、技など、見た目的にはポケモンフォロワーな作品ですね。2体のモンスターを融合させて、新たなる強力なモンスターを生み出すことができるフュージョンシステムを活用し、成長や収集要素を楽しむことも可能。登場モンスターは100種類以上で、戦闘面だけではなく、フィールドでのオブジェクト操作にも活用できる作りとなっています。プレイヤーズ X ターミナルアフターマス。こちらも追加から2年で終了となります。2020年にリリースされたヒプノスペースアウトローのスピンオフ作品となる FPS です。90年代のような映像表現で狂気に満ちながら様々な銃を扱ってハイスピードで敵を蹴散らしていく爽快感ある戦闘が楽しめる作品となっています。なお今作は日本語には未対応となっています。ヒューマニティ、追加から1年で終了です。人類すべての自我が失われてしまった世界で唯一理性と意志を保ち続ける最後の指導者、それは柴犬。本作は柴犬を操作して意志と目的を失ってしまった人間たちを光の柱へと導いていくアクションパズルゲームです。ステージ数は90以上に及ぶ他にも、自身でステージをエリートしてプレイしたり、他のプレイヤーが作成したステージで遊ぶことも可能となっていますよ。ファイヤーワーク、追加から1年で終了です。本作は Xbox ではリリースされておらず、PC ゲームパスのみで配信されています。東洋を舞台にしたホラーパズルゲームです。人の体が突然燃えてしまうという現象が起きている人里離れた山間の村を舞台に、新人警察としてこの不気味な現象は果たして超自然的なものなのか、それとも手の込んだ殺人なのかを突き止めていくこととなります。レムナント2、追加から1年半で終了となります。個人的には今回外れるタイトルの中で一番のおすすめタイトルです。オンライン協力プレイが可能なソウルライク TPS ゲーム。本作は1人もしくは最大3人で遊ぶことができ、強力な敵たちとの激しい戦闘を銃による遠距離または近接攻撃で楽しむことができます。最大の特徴はキャンペーンモードのランダム性。ダンジョンの構成やボスの種類、イベントなどがプレイヤーによって異なる自動生成で作られています。このキャンペーンはいつでも自由に変更することができ、変更しても育成したキャラやアイテムを引き継げるため、何度も繰り返し遊べるような作品となっています。チェックポイントで休憩すると回復薬の使用回数が最大値に戻ったり、敵が復活するなど基本的なソウルライクの要素が含まれますが、難易度は4段階から自由に選択することが可能となっていますし、戦闘面においてパリーや致命攻撃は存在せず、基本戦闘では回避アクションを用いるため、パリーを主体にしたゲームは苦手という方でも楽しめる作りです。欠点として日本語訳が不安定なのと、一部ゲームバランスが荒めで、場面によっては理不尽さを感じる作品ではあります。特にラビリンスの保証は今作において強烈なインパクトを持つボスだと思います。
ただ、それでも総合的に見て遊びやすい作品ではあるので、気になる方にはぜひ触ってみてほしいです。ということで今回は5月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと5月31日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。